こんにちは、ボロタン Z です。今回は画期的な方法で女の子の顔と髪の毛を作っていきたいと思います。ローポリゴンから作っていくことで効率的に早く簡単に楽しく作っていくことができます。ローポリゴンからスカルプトで直感的にベースのメッシュをモデリングしてそのまま詳細にスカルプトしていくことで効率的にモデルを簡単に楽しく作っていくことができます。その後、新しいヘアシステムを使って楽しく簡単に髪の毛を作っていきたいと思います。この手法はどんなキャラクターにも応用ができると思いますので、キャラクターをいっぱい作っていきたい人は最後まで見て参考にしてください。このチャンネルはこれから 3DCG を始めたいと思っている人や 3DCG を仕事にしたいと思っている人たちに向けて楽しく 3DCG を作るためのコツや情報を伝えていこうと思っています。よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。では始めていきましょう。まずは作っていくキャラクターの参考となる画像を用意します。正面の顔と横顔の画像を用意します。自分で描いたキャラクターがあれば一番良いですが、ない場合はネットで探してくるか、もしくは生成 AI で作るのも良いと思います。今回作るキャラクターは自分で簡単に描いたキャラクターをもとに生成 AI で整えました。簡単に説明すると、無料のオープンソースデジタルペイントソフトのクリタでプラグインのクリタ AI ディフュージョンで描いた画像をリファインする機能を使って画像を生成しました。正面の顔と横顔を描いた絵を元にすると簡単に正面と横顔を作成することができました。クリタもクリタ AI ディフュージョンも無料のソフトなので、こちらに興味がある人は試してみると良いと思います。ではまず以前の動画で行ったローポリモデリングの手法でキャラクターの頭を作ります。キューブの上の面を押し出して頭を作ります。押し出しで大きく作ったらモデファイヤーでサブディビジョンサーフェイスをかけます。キューブをスムースシェードにします。今回は頭だけを作るので胸の下の面を削除しておきます。スカルプトモードで大きく形を整えます。F1 キーもしくは Y を押してビューポートをフロントにします。参考画像をドラッグ&ドロップしてビューポートにインポートします。正面の顔の絵を中心に配置します。モデルと絵が合うように調整します。サイドビューにも絵をインポートして正面と位置が合うように配置します。F1 キーと F2 キーを交互に押して確認すると良いと思います。その画像に合わせてスカルプトで形を整えます。編集モードにしてローポリモデルのメッシュを分割して細かくモデリングできるようにしていきます。まずはループカットで大きく分割していきます。顔の中心にループカットを入れて分割します。そしてその上の目の位置にもループカットを入れます。顔の外枠に一つループカットを入れます。顔の中心のメッシュを選択してスケールをかける。目の位置の面を選択します。インセットフェイスで2回メッシュを分割します。サイドビューにしてエクストルードで2回内側に押し込みます。目の端にループカットを1回入れておきます。目の縦にも1回ループカットを入れます。目の下の口のあたりに1回ループカットを入れます。口元の面と鼻の面を選択してインサートを入れます。口の面を選択してインサートを入れます。サイドビューにして2回内側に押し込みます。そしてスケールで大きくします。口の横と鼻の位置にループカットを入れます。おでこと鼻のあたりの面を選択してインサートします。鼻の面を選択して前に出しておきます。顎に1回ループカットを入れます。正面に1回と横に1回ループカットを入れます。ここまで分割したらスカルプトで形を整えていきます。スカルプトモードにしてフロントビューにします。ワイヤーフレームが見えていた方がやりやすいのでオーバーレイのオプションでジオメトリーのワイヤーフレーム表示にチェックを入れます。
オパシティを 0.2 ぐらいにしておきます。スカルプトモードで全体を整えていきます。正面と横に切り替えながら形を整えていき、最後は斜めにして全体を整えます。全体的に整えたら球体で目を作って入れ込みます。 UV スフィアを追加します。 X 軸を90度回転させて正面に向けます。目の位置に持ってきてうまく入るように調整します。ミラーのモデファイヤーを適用します。編集モードで黒目の部分のポリゴンを選択してセパレートで分割します。複製したモデルを編集モードで輪郭を選択して頂点選択に切り替えます。 3D カーソルを選択にスナップして縁に合わせます。ピボットポイントを 3D カーソルに設定します。すべての頂点を選択してスケールで反対側にへこませます。目までができましたので、次は耳を作ります。耳の部分のエッジを選択してベベルをかけて面を作ります。その面を押し出してスカルプトで形を整えて耳にします。ある程度整ったらローポリのベースモデルの完成です。この状態で保存しておいて他のモデルを作るときにこのモデルを応用することができます。では次に本格的にスカルプトをしていくためにサブディビジョンサーフェイスをレベル1の状態で適用します。そしてマルチレゾリューションのモデファイヤーを追加します。サブディバイドで2段階かけてメッシュを細かくしておきます。必要に応じてサブディバイドをかけながら本格的にスカルプトしていきます。ブレンダー 4.3 からスカルプトが新しくなっています。以前のスカルプトよりも使い勝手が良くなっていたりカスタマイズがしやすくなったりしています。いろいろと使ってみて自分のやりやすいようにしてみると良いと思います。
ある程度スカルプトしたら、マルチレゾリューションモデファイヤーのシェイプのアプリベースを押して、スカルプトの形をベースのメッシュに反映させます。反映させるとメッシュがおかしくなる部分があります。エディットモードにしてメッシュを整えます。またスカルプトモードに戻って編集したメッシュの部分を整えます。これで綺麗なメッシュとスカルプトができました。次は眉毛とまつげを作ります。眉毛は眉毛の位置の面を選択して複製します。複製した面を切り離して別オブジェクトにします。スカルプトで形を整えます。ソリッドのモデファイヤーをつけて厚みをつけます。ミラーのモデファイヤーをかけます。まつげも面を選択して複製します。複製した面を切り離して別オブジェクトにします。ソリッド化して厚みをつけます。ミラーのモデファイヤーをかけます。エディットモードのコーンの追加で毛を生やしていきます。毛っぽくカールできるようにナイフで面を切断します。スカルプトで形を整えていきます。眉毛とまつげができました。次は舌と歯を作ります。メッシュのキューブを追加して下の位置に持っていきます。スケールで大きさを調整してエクストルードで面を押し出して形を作ります。サブディビジョンサーフェイスをかけて下の形に整えます。スムーズメッシュをかけて調整します。今度は歯を作ります。メッシュのシリンダーを追加して歯茎の位置に持っていきます。スケールで大きさを調整して後ろを削除します。ソリッド化して上の面を削除しておきます。横にループカットを入れます。そしてマルチレゾリューションのモデファイヤーをかけてかなり細かくサブディバイドしておきます。スカルプトで歯を描いていきます。大まかに描けたら詳細にスカルプトしていきます。スカルプトができたらオブジェクトを複製します。ミラーをかけて下の歯にします。ス
スカルプトで形を整えます。これで舌と歯ができました。では一通りモデリングができましたので UV を展開します。メッシュの名前を付けておきます。ミラーのモデファイヤーは適用して消しておきます。裏面でいらない面は削除しておきます。エディットモードにして UV の切れ目にしたいエッジにシームを入れていきます。なるべくきれいにつながって UV の切れ目が分かりにくい場所にシームを設定します。すべてのメッシュにシームを入れたら UV エディットのワークスペースへ移動します。まずはすべてのメッシュを選択してエディットモードの UV からプロジェクションフロムビューをかけます。 UV エディターの方に UV が表示されます。次に UV エディターで UV を全選択します。 UV のメニューからアンラップのアングルベースドで展開します。何種類かありますのでいい感じに展開されるものを選択してください。展開されたら顔の正面の UV の解像度を大きく取りたいのでその部分の UV を選択します。 UV メニューのバックアイランドで大きく領域を取って配置してみます。その他の UV の大きさを調整して全部を選択し配置します。テクスチャーの領域をうまく取れるように調整します。UV の展開ができました。イメージを新規作成して解像度を 2048×2048 で作成します。色はベースの肌色をスポイトで取ってきて設定します。シェーディングのワークスペースに移動して全部のメッシュに同じシェーダーを設定します。シェーダーのベースカラーに作成したテクスチャーを設定します。次は顔のベースのモデルを選択してテクスチャーペイントワークスペースに移動します。顔のテクスチャーをペイントしていきます。イメージの貼り付けを行いたいのでテクスチャーのプロパティでニューを押して使用している女の子のイメージを読み込みます。テクスチャーペイントモードのテクスチャーを読み込んだ画像にしてステンシルにします。 3D ビューを正面にしてバックグラウンドの画像とステンシルの画像の大きさが一致するようにスケールを調整します。ペイントの色を白にしてペイントすることでステンシルの画像を 3D モデルに貼り付けることができます。正面からイメージを貼り付けることができたら黒目や白目、眉毛やまつげなど他のメッシュにも貼り付けていきます。モデルを横にして横の画像を貼り付けることもできます。ステンシルの大きさを調整して貼り付けていきます。一通り貼り付けたらステンシルの画像を外します。スポイトで色を取得しながら全体をペイントしていきます。
カラーのテクスチャーのペイントができました。ペイントが終わったらテクスチャービューのイメージメニューでイメージの保存を忘れないようにしておきましょう。シェーディングワークスペースに移動してシェーダーの設定をしていきます。まずはマルチレゾリューションをノーマルマップにベイクします。イメージを新規作成して解像度を 2048×2048 にしておきます。シェーダーノードエディターでイメージテクスチャーのノードを追加します。作成したテクスチャーを設定します。ノードを選択したままにしておきます。レンダープロパティでレンダーエンジンをサイクル図にします。プロパティの下の方にベイクがあるので開きます。ベイクフロムマルチレゾリューションにチェックを入れてベイクボタンを押します。ノーマルマップが生成されます。イメージを保存します。イメージテクスチャーのカラースペースをノンカラーにします。ノーマルマップのノードを追加してカラーをつないでプリンシパル BSDF のノーマルに接続します。刃のノーマルマップは上下で別のメッシュになっているので上下で別々にベイクします。それを新しくシェーダーを作成して設定しても良いですが、顔のノーマルマップの画像に合成するとシェーダーが1つで済みます。クリタやフォトショップなどのペイントソフトで合成することをお勧めします。顔のシェーダーにサブサーフェイスを設定するとリアルな肌を表現することができます。ランダムウォークのスキンに設定してウェイトを 0.5 にしてスケールの値を調整します。次に目のレンズを作って光が反射するようにします。黒目のメッシュを複製してエディットモードで反対側に膨らむようにスケールをかけます。現在のマテリアルを削除して新しくマテリアルを作成します。伝承の値を上げてアルファを下げてラフネスを下げてメタリックを上げます。すべてのシェーダーが設定できました。次は髪の毛を作成していきます。髪の毛はブレンダーの 3.3 でジオメトリーノードベースのヘアシステムが搭載されました。このヘアシステムを使うことで簡単にリアルな髪の毛やゲームなどに使えるポリゴンで髪の毛を作ることができます。このシステムを使用して髪の毛を作っていきます。まずは顔のメッシュで髪の毛を生やしたい部分の面を選択します。面を複製して切り離します。このメッシュにヘアと名前をつけてモディファイヤーを削除しておきます。メッシュを選択した状態で追加のカーブの中のエンプティヘアを追加します。追加されたカーブを選択してスカルプトモードにします。髪の毛を作成するためのツールが表示されます。下のアイコンのツールから追加を選択してガイドとなるカーブを追加していきます。削除で消すこともできます。まずは下の方の毛から生やしていきます。ガイドを多くしすぎると制御しづらくなってきますので適当な数で追加していきます。追加したら櫛で溶かしてセットしたい方向に向かせます。その後スネークフックを使用して長さを決めていきます。櫛で形を整えて次に行きます。次の中間の部分を生やす前に選択をノンにしておきます。そうすることで追加した部分のみにブラシを入れることができますのでやりやすくなります。こんな感じで上まで追加していきます。
上まで追加したらレンダーエンジンを EB にしてレンダープレビューにします。カーブのシェイプをストリップにしてサブディビジョンの数値を上げておきます。タイムラインを上に上げてアセットブラウザーにします。ヘアーを選択するとヘアーシステムのモデファイヤーがあります。そのモデファイヤーを追加していきます。まずはセットヘアカーブプロファイルを追加します。ヘアーの太さを設定します。次にデュプリケートヘアカーブスを追加します。ヘアーの数を設定できます。ひとまず50ぐらいにしておきます。次にクランプヘアカーブスを追加し束になる感じをつけます。次にフリッツヘアカーブスを追加しまばらな感じをつけます。最後にアタッチヘアカーブトゥーサーフェイスをつけて根本が浮いている感じを抑えます。全体的に髪型を整えていきます。髪が薄い部分があったらデンシティのツールでカーブシェイプのシェイプとレングスにチェックを入れて追加すると形を揃えて追加することができます。紙にマテリアルを設定します。マテリアルを新規作成してプリンシパル BSDF をプリンシパルヘア BSDF にします。色をデザイン画から取得してきます。これでリアルな髪の毛ができました。サイクルズだとさらに綺麗な髪になります。お好みの方で試してみてください。いかがでしたでしょうか。女の子の頭を作ることができました。ローポリゴンの顔を簡単に作ることができたのでリトポロジーの工程を省くことができました。ステンシルで画像を貼り付けたりいろいろな効率を上げることでかなり簡単にハイクオリティのキャラクターを作ることができましたよね。今回の髪の毛はリアルで作りましたがこのヘアシステムに一工夫をすればローポリゴンの髪も簡単に作ることができます。この女の子を VTuber にしてリアルタイムに動かせるようにしたいと思いますので
その作り方は次回の動画でやりたいと思います。体もローポリゴンから効率よく作っていけば、どんなキャラクターでも簡単に楽しく作っていくことができそうですよね。また次回の動画でお会いしましょう。さあ、無限の創造の世界へ飛び出そう。